こんにちは。今回はフリーキャドの練習用にケーブルホルダーを作ってみます。アディティブ、パイプ、加算パイプという機能を使って断面図をパスと呼ばれる線に沿って動かして立体を作ります。スイープと呼ばれることもありますが、当動画では加算パイプで統一します。特に曲線を使った形を作るときにとても便利な機能です。今回作るケーブルホルダーでは長円形のパスに沿って U 字型の断面を動かすことでケーブルが通る溝を作ります。さらにケーブルを横から入れられるように斜めの切り欠きを作ります。最後にその切り欠きを反対側にもコピーするために鏡像、ミラードという機能を使います。それではここから実際に操作していきます。動画と同じように一緒にやってみてください。早すぎる部分は適宜一時停止やスロー再生でご覧ください。それでは始めましょう。まずは加算パイプのパスを描きます。パートデザインワークベンチになっていることを確認しましょう。パラメトリックボディをクリックします。新しいスケッチが表示されるのでクリックします。次にアタッチメントを選択、項目が表示されます。今回は上から見た状態で作図しますので XY 平面を選んで OK ボタンをクリックしてください。スケッチ画面に切り替わりました。当動画ではグリッドスナップ機能を使いますので設定を行っていない方はスパナーアイコンをクリックしてください。グリッドを表示、グリッド間隔を自動調整、グリッドにスナップをチェックしてください。ではケーブルが通る溝の道となる長円形を描きます。長円形の横幅は 60mm、円弧半径は 20mm のサイズとします。では長円形ツールを選びます。X、Y、0mm、20mm のポイントでクリックしてそこから長円形を描きます。画面上に長円形の長さと角度を入力するエディットボックスが表示されます。長さを 60mm と入力します。角度を0度と入力します。円弧半径を 20mm と入力します。これでケーブルが通る溝の通り道ができました。この長円形のパスに沿って U 字型の断面を動かして立体を作ります。それではスケッチを閉じます。もし閉じた後の画面がモデルになっていない場合はモデルに切り替えてください。次に U 字型の断面を描きます。断面は長円形パスのスタート位置に対して垂直になるように描く必要があります。これは加算パイプが断面をパスに沿って動かすため断面がパスに対して斜めだと形が歪んでしまうからです。今回の長円形のパスは X 軸方向に伸びているので断面は X 軸に垂直な Y 字平面に描きます。ではボディを選択してスケッチアイコンをクリックしてください。Y 字平面を選んで OK を押します。断面図はポリラインで一気に描きます。ポリラインツールを選択してください。ではポリラインの開始ポイントをクリックします。マウスカーソルの横に表示されている座標値を見ながら X、Y、0mm、10mm の位置でクリックしてください。現在グリッドの大きいマスが 10mm 四方、小さいマスが 1mm 四方です。右横に 4mm、つまり小さいマス4つ分の長さの線を描いてください。続いて真下に 20mm 描いてください。左横に 4mm 描きます。続いて右上に斜めの線を描きます。右方向、上方向それぞれ 2mm 移動したポイントまで描きます。上方向に 16mm 描きます。最後に左上の元の開始点まで描きます。左方向、上方向それぞれ 2mm 移動したポイントです。これで U 字型の断面が完成しました。スケッチを閉じてください。では加算パイプを使います。まず断面のスケッチを選択します。モデルツリーのスケッチ001が断面のスケッチです。続いて長円形のパスを選択します。長円形は2つの円弧と2本の線から作られています。コントロールキーを押しながらパスとなる線を一筆書きでなぞるように順番に選んでいきましょう。
順番を間違えるとパスの進行方向がバラバラになって断面がねじれてしまう原因になります。もし形がおかしくなった場合は一度選択を解除して最初から順番に選び直してください。では早速コントロールキーを押しながら順番にパスを選択していきます。左側の円弧、上側の線、右側の円弧、下側の線、断面とパスを選択したら加算パイプアイコンをクリックしてください。パラメータは特に変更する必要はありません。少し補足すると、角の線維は曲がり角で形を維持するか丸くつなぐかの設定。断面方向はパスに対して断面をどう向けるかの設定。断面変換はパスに沿って進むにつれて断面を大きくしたり小さくしたりする設定です。今回のような一定の太さのホルダーなら標準設定のままで綺麗に仕上がります。では OK ボタンをクリックしてください。断面の形状が長円形のパスに沿って動いて滑らかな立体が完成します。次にケーブルを横から入れられるように斜めの切り欠きを作ります。モデルをひっくり返して底面を選択してください。スケッチアイコンをクリックします。今回は円を使って切り欠きを作ります。円はケーブルを傷めにくくポケットも安定します。モデルの中心位置を支点として円を2個描きます。ちょっとだけ補足しますが、スケッチを描く面によって座標の向きが反転して見えることがあります。例えば Y 座標の値がマイナス方向として表示される場合があります。少しややこしいですが、今回は画面に表示される数値をそのまま目安にしてください。では円ツールを選択してください。 X、Y、30mm、マイナス 20mm のポイントでクリックしてください。半径を 60mm と指定します。もう一度同じ位置のポイントでクリックしてください。半径を 53mm と指定します。円と円の間が 7mm となってこれがケーブルを通す幅となります。この円スケッチでくり抜くことでケーブルの切り欠きを作ります。スケッチを閉じてください。今描いた円のスケッチ002を選択した状態でポケットアイコンをクリックしてください。長さを 7mm に設定してください。この 7mm は切り欠きの深さになります。では OK ボタンをクリックしてください。これでケーブルを横から入れられる斜めの切り欠きができました。底面に切り欠きができましたが、実際に使う上で上面にも切り欠きがないと不便です。そこで鏡像を使います。これは指定した平面を鏡に見立てて元の形状を残したまま反対側に形をコピーする機能です。今回はモデルの厚みのちょうど真ん中を通る XY 平面を基準にして切り欠きの形状を上側にもコピーします。これで上下どちらからケーブルを入れても使えるようになります。ではモデルツリーのポケットを選択した状態で鏡像アイコンをクリックしてください。平面項目をベース XY 平面に設定します。これで底面の切り欠きが上面にも正しくコピーされました。では OK をクリックしてください。ケーブルホルダーの完成です。ここで加算パイプを使う時の注意点をまとめておきます。1つ目、断面はパスに対して垂直に描くこと。斜めに描くと形が歪んだりエラーになります。2つ目、断面方向は標準が最も安定する。他の設定にすると断面が反転したりねじれたりします。まずはこの設定で使いましょう。3つ目、パスは長円形でも円弧と直線でもどちらでも作れます。ただしフリーCADの自動調整の影響でどちらの方法でも稀にうまくいかないことがあります。もし失敗した場合は円弧と線を分けて書き直してみてください。4つ目、パスの曲線が急すぎたり断面が大きすぎたりすると内側で形がぶつかって立体化できずエラーになることがあります。今回はゆとりを持ったサイズにしていますが、ご自身で設計する際は注意してください。今回は加算パイプと鏡像を使ってケーブルホルダーを作りました。では今回のポイントをまとめます。加算パイプは断面とパスを組み合わせて立体を作ります。断面はパスに対して垂直に描きましょう。加算パイプの方向モードは標準が最も安定します。
鏡像を使うと形状を反対側にコピーすることができます。加算パイプは断面とパスを組み合わせることでいろいろな曲線形状が作れるようになります。配管やフレームなど線に沿った形状を作るときに幅広く使えます。曲線の形状や断面の形状を変えていろいろ試してみてください。また例えば背景映像のように尖った部分を丸めてケーブルを傷めないようにする、サイズを変えてみるなどアレンジを加えてみてください。今回のフリーCAD超入門講座は以上です。ご視聴ありがとうございました。